ララジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。いやー、お腹すいた。肉食いて。じゃあ兄ちゃんに食わしてもらおうかな。兄ちゃん。なんだよすけ。めっちゃお腹空いとって肉が食いたい。いいぞ。おごってくれよ。まあただ条件があるけどな。条件。俺は肉をおごるなら本当に腹が減ってて、肉への情熱が高いやつにしかおごりたくねえんだよ。はい。だから今からお前を試す。はいはい。それに合格したら肉をおごってやろう。分かった。もうね、本当に腹が減って肉への情熱高いから、それ以外何をすればいいの？試験内容は至ってシンプル。はい。肉を網に置いた時のジューって音あるだろ。はい。あれ口でやってみろよ。本当に肉が食いたいならな、お前。ジュッ。これお前できるはずだよ。はい、お前の本気聞かせてくれ。じゃあ陽介、肉を網に置いた時の音やってみろ。不合格だ。なんでだよ。不合格だ。なんでだよ。お前今肉じゃなくてお前タンだったろ。タンはダメなの？タンはダメだよ。タンはダメなの？タンはまあちゃんとカルビよけよ、カルビ。もう一回やらせてやるよ。カルビね。カルビだよ。不合格だ。それお前網じゃなくてお前フライパンじゃねえか。ちゃんと網だけは作業だぞお前。ほら。じゃあ言ってみろ。カルビね。カルビだ。いいだろう。それだよ。一番ダメだった気がするけど。俺だよ。まあじゃあこの後掛け声教えた後に肉をおごってやろう。やった。じゃあ陽介。はい。今日の掛け声はこれだ。あんああんあああいあいいあんうあいあお。あんああんあああいあいいあんうあいあお。わかったか？これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、間もなくです。お前もう番組始まるじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。サンマホルモン網で焼いたら美味しいな。パエヤマサラカ。スパイエヤマサラカ。それ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイエヤマサラカ。スパイエヤのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイはボーカルですけど、ドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイのマサラカをお送りしています。最悪だよ。何にも合ってないよ。長い。いや長くないよ。サンマホルモン。もうそこがもう無理無理。なんやかんや、はい、赤身が一番うまいかも。それ？そうだよ。なんでサンマって。サンマ焼いてねえよ。そうですよ。今日は、はい、11月29日です。はいはい。いい肉の日です。もういいですね。宮崎県のより良き宮崎牛作り対策協議会が、いい肉の語呂合わせで制定しました。ちゃんと決めた人がいるんですよ。宮城なのしかも。宮崎県。宮崎か。宮崎ね。ちなみに、スーパーでのお肉選びでいい肉を選ぶ時の、見るポイント、お肉が入ったトレーとお肉の表面、トレーを見るとたまに赤い液体が出てるものがありますよね。あの液体にはお肉の旨味成分や栄養素が含まれているので、あまり出ていないものを選びましょう。はい、なるほど。そしてお肉の表面、脂身と赤身の境目が乾燥しておらず、じんわり脂分がにじみ出たツヤのあるお肉がいいそうです。なるほどね。2人は好きなお肉、好きな食べ方ありますか？はあ。塩コショウでステーキだな。そっち一番うまいわあれは。俺はね、ステーキ肉を、ブロック肉を買って、それでカレーを作る。まあうまいね。そう。なんだろうあれ、ブロック肉なんでうまいんだろうな、あんなに。肉だから。いやでもさ、その焼肉用とかさ、あるね。の切ってあるやつって俺そんな好きじゃないわけ。わかる。でもブロック肉ってうまくね。あれ分厚さなんかな。いや、切ってある。多分だけど、俺の持論ね。あのお肉の中に
多分旨味成分って多分限られてると思う。ああなるほどね。だから、はいはいはい、あのブロック肉で焼くことによって、それが逃げてない。で切ったりすると結局空気に触れちゃったりとかで、そうやってなんか汁が酸化していくみたいなね。だから、切ってあるやつってだからすごいさ焼肉用のお肉でさ、なんかちょっと物足りなさあるじゃん。あるそういうことね。だから俺はなんかそうやって肉食うってなったら、ブロック肉買ってでも俺もそう焼いてから切るね。分かるわそれは。俺もそうする。こだわりだこれは。こだわりだよ。そうだから切ってやる肉は買わない。ね。なんかね豚はそんな感じないのよ俺。確かに。なんかしゃぶしゃぶ用とかさ、薄切りとかまあねあるけど、ブロックだと逆に油の匂い強いなって思っちゃうの、豚は、でも牛はブロックの方がうまいって思う完全に。なるほどね、豚はなんか俺はブロックで買うときは焼かないもん、茹でる。茹でるね。茹でて、それこそ韓国料理のさポッサムみたいな茹で豚のキムチとサンチュで巻いてみたいな。なんかそれはまあ茹でるからお酒入れたりとかさ、確かに生姜入れたりできるから臭みは味付けがね。確かに。でもまあいい肉の日ってすごいやっぱ牛のイメージだよ。そうね。そんで意外と肉のこだわり強かったね2人して。せっかく買ったらさやっぱ美味しく食べたいじゃん。食べたい。それはわかります。そんなお肉を食べた韓国の感想が来てますよ。ワンダーリベットの感想がありがとうございます。よすけさん、ケンチさん、こんばんは。こんばんは。海外勢なので、いつもアーカイブで楽しく拝聴させていただいてます。ありがとうございます。11月16日韓国で行われたワンダーリベットに1列目で参加していました。ほぼ11時間以上座れずに立ちっぱなしだったので、マジスパイの順番で思いっきり楽しめるか心配だったんですが、心配無用でした。ヘッドライナーという名にふさわしいパフォーマンスでアドレナリンが爆発しました。特にジャパニケーションとビーザワンがセトリに入っていたのが衝撃的で嬉しかったです。ありがとうございます。どなたのアイデアなのでしょうか。ぜひ感謝の気持ちを伝えたいので教えてください。ジャパニケーションの時だけは前のステージを見るんじゃなくて、隣の仲間たちと肩を組んでフェンスを掴んでめちゃくちゃ頭を振り回してきました。翌日の筋肉痛がやばかったんですが、それすらスパイのライブを思い切り楽しめた証拠だと思うとなんだか気持ちよかったです。陽介さん、ケンテさんはフェス最終日のヘッドライナーとしてどんな気持ちで準備してきたのか、終わった後はどんな感想だったのかも気になります。オレンジのステージで揺れる光の一つになれて本当に幸せでした。これからも応援します。ありがとうございました。いやこちらこそありがとうございます。すごい11時間やばいね。ありがとうございます。いやでもなんかね、これもみけんの前じゃないかな。もみけんの前の柵の1列目が列になって、ジャパニケーションの時にこう頭振ってたの俺はなんかすげえなって思って見てたから、その人たちじゃないかな。ありがとうございます。確かにね。なんか今回はさ、なんか最近の海外は割とこうアニメイベントでお呼ばれすることが多いから、アニメのやっぱ曲をねほぼ入れてるけど、やっぱ今回のワンダーリベットってそういうなんか本当にさ、ジャパニーズアーティストと韓国のそのねフェスって感じだったから、今回それジャパニケーションはあれなんでしょう、韓国でそう MV 撮ったし、そうビーザワンはまあ声出るから。そうでもこれ陽介じゃなかった言い出したの。俺ね、だからそれアメリカ行く飛行機の中でアイドルっていう韓国K-POP グループ、それのライブ映像が機内の映像に入ってて、でそれでさもう本当にすごかったの。もうみんなもう歌うのが、お客さんが、でだからなんかそれでなんか多分さスパイ知らないとかちょっと知ってるだけの人も多分来ると思うから、なんか逆にあまりもしかしたら知られてない、でもなんかライブで単純で上がるやつあったらかっこいいなと思って、なんか俺自身がさなんかそうやってさなんかちょっとしかかじってないアーティストのライブを見に行ってさ、なんかさ楽しそうな曲を見ると、それだけで知らなくてもかっこいいってなっちゃうし、だからあれをすごいあれしてビーザワンは入れたね。なるほどね。で終わった後は寂しかったね。そうこれねちょっとねあんまみんなには関係ないんだけどフェスの鳥ってね、本当に悲しい気持ちになるね。悲しいよね。でそのライブ自体がどうこうじゃなくて、フェスが終わりに向かってるから、もうそうだからみんなね片付けをしてるんですよ。いないんだよ。しかも暗いし、まあでもしょうがないよね。そんだけ長時間ね。ライブに関してはやっぱすげえ楽しかったしね。本当にマジで光栄だったというか、素晴らしかった。ありがたかったし嬉しかったですよね。なんか来年もあるみたいですね。ね、ぜひぜひ呼んでいただきたいなと思います。
ろしくお願いします。よろしくお願いします。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka @fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスパイアでジャパニケーションでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。 Si tratta di un amico。 このコーナーは皆さんの周りにいるアミーコから聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひアミーコから聞いた話を教えてください。いやこれね、一回多分出したことある。スペインじゃなくてファイナラサ？ファイナラサ？違ったっけ？違う。イタリア語。なるほどね。はい、ラジオネームお花みかんさん。はい、ありがとうございます。友達は久しぶりに X でフォローしている地元芸人さん主催のお笑いライブに行きました。それで過去の失敗を思い出しました。チケットは X の DM から直接1枚取り置きで頼みました。そして受付で名前を言ってお金を払うシステムです。X は読む専門だった友達は、とんでもなくへんてこなアカウント名にしていました。そんなことは忘れて単に1枚お願いしますとだけメッセージしてしまっていました。もちろんそのへんてこなアカウント名でチケットは取り置きされていました。リアルで名乗る日が来るなんて思いもせずに、つけたへんてこなアカウント名を受付で名乗る羽目になりました。恥ずかしいねこれは、だいぶその失敗を思い出して今回は本名で DM しました。友達の名字は、小学1年生で習う簡単な漢字2文字で構成されているものの、読み方が4通りあることを忘れていました。受付で名前を伝えるもなかなかヒットせず、プチ渋滞を作ってしまいました。また失敗してしまいました。次はひらがなで注文しようと思いますと友達が言っていました。いやこれはね、しょうがないね。ね。でもなんか俺こういう時は、絶対にもうカタカナで名字にする。それが一番だね。確かに。でも俺もそうだわ。ね、なんか絶対、その方がさ、確実だし、絶対ね、そうやってプチどうなんだろうね。同じ読み方がいれば、でもそっか、下の名前もそのままね。でも佐藤さんだとして、佐藤が何人並んでようが、佐藤 ×1 なのか、佐藤 ×2 なのか、佐藤 ×1 が5人いるのか、それはもう分かるからね。いや名字がかぶってよ。だから別にそのカタカナで読み方で送れば、一番間違いないというか。でもさ、佐藤ってこういうさ、取り置きシステムって多分前売り価格か当日価格かみたいなとこじゃん。で取り置きすれば多分前売り価格なんだよ。だから佐藤はいるだろうって言われて、予約してないで佐藤ですって言って入れる可能性がある。佐藤と自分の名前の一文字とか名前まで書いときゃいいのよ。佐藤 T とか、そう佐藤健とか書いときゃいいのよ。もういいのよそれで。なるほどね。そうだからこうやって大人になってくるんですね、皆さん。そうですね。失敗を重ねて大事。はい、大事です。これからはカタカナもしくはひらがなで名前まで書いてそうだね、予約してください。まだあります。ラジオネーム原木たぬきさん。陽介くん、健太さん、こんばんは。こんばんは。友達の話です。出張帰りのとある夜の出来事、新幹線から降り、友達とその先輩は2人で話しながら改札へ向かっていました。俺これ読んだ後も声出ないかもしれない。陽介頼んだ。はい、部署内では、普段料理をほぼしないで有名な友達が最近カレーを作ったという話をしていました。内容は細かく覚えてないですが、いや覚えてないそうですが、2日目のカレーがどうたらと話しながら改札を通った時、隣の先輩が改札エラーに、お互い改札を抜けたもののエラー音が鳴っているので、先輩は端にある窓口へ行かなければいけない状況です。窓口を見ると少し並んでいたものですから、先輩が先に帰ってていいよと窓口へ歩き出そうとしながら言ってくれました。ただ途中まで電車も一緒だし窓口もすぐ対応されそうだったので、話の続きもありますし待ってますよと言おうとした友達は、なぜかカレーの話をと焦燥感あふれた感じで言い放ってしまいました。
3メートルぐらい離れてる相手にほぼ終電前とはいえ、それなりに人が通っている改札前でどれだけカレーの話がしたいのか、先輩も先輩でそのまま少し遠い位置で「あ、そうだよね、カレーの話ね、2日目はソースとか入れると美味しいと思うよ」答えてくれました。優しい。どうしても美味しくなる方法を聞きたいがために呼び止めたわけではなかったのですがなるほどと言ってその先輩を待って一緒に帰ったそうです。駅構内にカレーの話がしたい自分の声が響き渡っていたのを思い出して少し恥ずかしい友達の話でした。おもろ。いやー可愛らしい話ですよ。これは恥ずかしいけど、いい話だね。いい話。登場人物全員優しい。おもろすぎるだろこれ、ね、いやまあでも焦ってるとね、確かになんかどうしようってなって、とりあえず何話してたっけ、あ、カレーの話だってなったらカレーの話をそれがさ1秒とか2秒で頭を駆け巡るからすごいよね、あの瞬間って。そうだね、ものすごいカロリー使ってんだろうなと。確かに先帰るのもあれって言おうとしてた気持ちはあったわけじゃん。先帰るのもあれ話の次もありましたし待ってますよがカレーの話になっちゃう。もうカレーで頭いっぱいだったのきっと。面白いね。面白い話。少し先輩も遠い位置で2日目はソース入れると美味しい。優しい。最高だろ先輩。これ言える先輩もすごいわ。いい上司です。いい上司だこれは。いい社内関係じゃないですか。めっちゃ面白いわ。その現場にいたかった。ね。いいね。いい話でした。はい。そんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。ほっこり系だったね今日。いいね。いい話。僕らは決してあんたの話師匠なんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話お待ちしてます。それでは今日はラジオネーム原木たぬきさんの友達の話から、こちらを選曲しました、ソニーさんでカレーライスの女。スパイエアのマサラカ。お送りした曲はソニーでカレーライスの女でした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。今週もたくさんお悩み届いてます。ラジオネーム、唇チョコレートさん、ありがとうございます。陽介さん健太さんこんばんは。こんばんは。実は最近仕事の優先順位をつけるのがうまくいかずずっと焦ってしまっています。全部やらなきゃと思うほど空回りしてしまうのが悩みです。お二人は忙しい時どうやって気持ちの整え方をしていますか？もしアドバイスがあれば教えていただけたら嬉しいです。どう？優先順位ね。でももうさ、逆に僕らは優先順位が決まってないっちゃ決まってないじゃん。まあね。もうなんか明確というか、もう俺はドラムを叩くことが優先順位はトップだから、俺は風邪をひかないとかね。そうね、そう歌を歌える状態にある、ドラムを叩ける状態にある。で今の俺の声とかね、もう陽介にしたらもう死活問題だからね、これはもうそうだね、こうしないように陽介は一日を過ごしてるだろうし、なんかね、分かりやすいっちゃ分かりやすいんだよね俺らって。まあだからいろんなタスクを持ってる場合は一個ずつじゃねって思うけど、でも一個ずつしかできないよね。まあでもなんか家事とかはめっちゃ俺バタバタやっちゃう。でもなんかさ、家事って必ずやらなきゃいけないことじゃん。そのなんだろう、生活の中で絶対に行わなきゃいけないもの、だとさ、こう優先順位つけやすくない？だって洗濯は絶対に1時間ぐらいかかるものじゃん、最初にやる。そうまあそうだよね、っていう順位はつけやすいじゃん、ね、ずっとやってるから。そうで、まあカレー作るんだったら、カレー煮込む時間があるから、その間に何かやろうとか、っていうのがつけやすいから分かりやすいんだけど、多分それ唇チョコレートさんはそれが分かんないってことなの、仕事の中で。まあだから、あれなんじゃない？その自分の中で持ってる今仕事が、どれも多分優先順位的には変わんないんじゃない？変わんないのか、同等ぐらい。まあだから中身を見るんじゃない？中身を見て、そうね、仕事量にやっぱそうやって空きがあるものとかもあるじゃん、先方の確認待ちみたいな。でもそれはねある、確認とか、要は相手の返事待ち最初にがあるものを最初に持ってくる、最初にやって、その間に
自分がフィックスできるものをやるっていう、ね、次の資料を作ったりとか、まあ、どういうお仕事かちょっと分かんないけど、まあこれに関しては陽介の方があれだわ、得意だ。もう覚えてねえや、そんな仕事やってた時のこと。だから、そうだね。だからとりあえず時間かかりそうなものを最初に進行中にする、一旦でその間に別の、まあ、時間が空いた時にざっとやれるものをやっといて、でそこに余裕があればその最初に手つけた進行中のものが多少なんだろうなまあ、手こずったとしてもそこに使える時間があるから、そこまで焦らないっていうのがあるけど、まあ焦って、まあ、どうやってんすか。もうあの方が多分一番ね、うちらの、担当が全部やってる。どうするんですか、仕事の優先順位。多分俺ら普通に俺らが言うより、だってものすごい仕事量じゃないですか。ずっとパソコン見て、ずっとスマホいじって、で俺らに投げたアンケート俺らが忘れてそれ催促してやってるじゃないですか。すげえ大笑いしてるけど、簡単なことを先にやるシンプルイズベストでした。シンプルですね。習ってるやつは一旦置いといていいですか。考えながら別の簡単なものを片付ける。なるほどね。らしいです。らしいです。いやもうこれはもうね間違いない。それに尽きると思う。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みお待ちしてます。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアでチェイスタシャインです、今日はこの曲に乗っかりながらエンディングですということで、もうね、お見苦しい声ですいませんでしたですね。まずは、いやこれはもうね、まあ今回は2回分撮るのかな、今日は、時空が歪むんで来週分もね、来週分も俺はもっとひどいかもしれないけど、12月は完全回復して生放送がやりましょう、いや絶対に回復させます、叫びたいから俺。12月20日、生放送です。よし、それまでには確実に、そうなのでまた生放送らしい企画をやりたいなということをさっきね話してたんですが、罰ゲームだけはなんか決まってるっぽいからねクリスマスシーズンっていうだけの罰ゲームで、お題はお題じゃねえや、何をやるかはある程度あるんだけど、ちょっとみんなにもやってほしいものをね。そうだね、なんか考えてほしい企画力のある方はぜひバサラカに生放送でやってほしい、勝負がいいね。そうだね。この間の漢字クイズみたいに、俺と健太が対決方式で負けた方が罰ゲームをするみたいな、何かあれば皆さん番組宛てに送っていただけたらなと思っております。そしてレイジオブダストも現在配信中です、来年も、バディツアーの振り替えや全国ツアーも開催決定しておりますので、皆さんぜひチェックしてください。お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしています。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp、BASARAKA @fm福岡.jp、もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況は大歓迎です頑張って X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応しますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。お願いします。ということでこの時間のお相手はスパイボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。